皆さん、こんにちは。今日は、成人の日についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。成人の日は、1月の第2月曜日で、成人になった人を祝う国民の祝日です。成人の日には、各自治体では、成人式が行われます。ただし、地方によっては、春や夏に行うところもあります。成人式は、多くの場合、公営のホールや体育館などで行われ、市長や来賓などの挨拶、有名人の講演、音楽や踊りなどの出し物などが行われます。また、出席者には記念品が配られます。しかし、新成人にとっては、式そのものよりも、そこに集まる小学校や中学校の同級生と、久しぶりに会って話すことが、大きな楽しみになっています。成人式には、女性は、晴れ着と呼ばれる着物を着ることが多くなっています。男性は、着物を着たり、スーツを着たりと様々です。一生に一度の機会として、華やかな着物やおしゃれな服を着て記念撮影をするのも、成人の日の大切なイベントです。なお、成人の年齢は、日本では長らく20歳でしたが、2022年より、成人の年齢を20歳から18歳へと引き下げる法律が施行される予定です。これに伴い、成人式の対象を何歳にするか、自治体によって対応が分かれると予想されています。1月の第2月曜日で、成人になった人を祝う国民の祝日です。成人の日には、各自治体では、成人式が行われます。ただし、地方によっては、春や夏に行うところもあります。成人式は、多くの場合、公営のホールや体育館などで行われ、市長や来賓などの挨拶、有名人の講演、音楽や踊りなどの出し物などが行われます。また、出席者には記念品が配られます。しかし、新成人にとっては、式そのものよりも、そこに集まる小学校や中学校の同級生と、久しぶりに会って話すことが、大きな楽しみになっています。成人式には、女性は、晴れ着と呼ばれる着物を着ることが多くなっています。男性は、着物を着たり、スーツを着たりと様々です。一生に一度の機会として、華やかな着物やおしゃれな服を着て記念撮影をするのも、成人の日の大切なイベントです。なお、成人の年齢は、日本では長らく20歳でしたが、2022年より、成人の年齢を20歳から18歳へと引き下げる法律が施行される予定です。これに伴い、成人式の対象を何歳にするか、自治体によって対応が分かれると予想されています。